うもこんにちは、なにこでございます。本日はですね、10月にですね、私のチャンネルにぴったりなイベントがあるなーって思いません？私の大好きなイベント、ハロウィンが待っているんですね、10月31日に。嬉しい、本当に。私、1年のイベントの中で一番ハロウィンが大好きなので、私のその大好きなハロウィンなんですけど、もう先に言ってしまうと、この10月ですね、4週連続でハロウィンっぽいようなメイク動画が上がってしまいます。4週連続ですごいね。まあ私ね、普段からメイク動画いっぱい出してるから、もう何週連続でハロウィン企画なんだいって言ってもいいぐらいにはそっちのメイクばっか上げてるんですけど、まあ一応ハロウィン特別マンスということで4週連続でハロウィンっぽい企画をさせていただくんですけど、本日は吸血鬼メイクをやっていこうと思います。あんたらの血をいっぱい吸っちゃうぞって。そうです、本日は吸血鬼メイクでございます。本当によくない？結構ハロウィンの仮装といえばみたいな感じがするじゃないですか。キョンシーとかさ、ゾンビみたいのについで吸血鬼がやっぱ血とかそういうものを演出に入れ込みやすいっていうのもあって、吸血鬼メイクってすごい王道なものだと思うんですけど、私一回もやったことないんだよね。びっくり。それっぽい衣装、ウィッグもね、今回は準備してまいったので、気合十分で吸血鬼になっていこうと思います。麗しい吸血鬼になっちゃうぞ。はい、ということでメイクを始めていくんですけれども、本日はお先にカラコンをつけていきます。本日はこんな感じの真っ赤っかなカラコンを使っていくよって感じです。こいつはギャラクシーアイドルのスーパーノバレットというお色味のカラコンでございます。このねカラコンめっちゃ可愛いんですよ。赤目なんだけどきつすぎない感じになるので、ハロウィンとしてちゃんと仮装はしたいけど目が怖くなりすぎないような赤いカラコンがいいなっていう人は結構これおすすめかもしれない。ということでカラコンつけていきます。はい、こんな感じで片方カラコンつけれました。こんな感じでございますね。馴染みやすいっつったらそれは大嘘なんだけど、すごい使いやすいカラコンなんじゃないかなってすごい思う。じゃあもう片方つけてきますね。はい、こんな感じで両目ともカラコンがつけれました。両目つけてもなんかすごい目が怖い、きついみたいな感じにもはならない。いい感じだと思う。ほんじゃあメイクに入っていきましょう。ほんじゃあメイクはね、眉毛から描いていくんですけど、今回描いていく眉毛が細つり眉、本当にシュッみたいなつり眉を描いていきたくて、もう最大限細くで、あとは眉毛はかなり長めでいいです。本当に長め。はい、こんな感じで細つり眉が描けました。すごい細くつり眉だねってもうこと言った通りの眉毛でございますわ。そうしましたら眉マスカラをつけていきます。これはまあもう何でもいいかなって感じかも。ちょっとひげより明るくなるよとか、まあいつも使ってるよみたいな眉マスカラでいいんじゃないかなって思います。こんな感じで眉マスカラが塗れたら若干だけ赤を重ねていきますよ。私が使っていくのはエチュードハウスのルックアットマイアイズ RD302 番ってこの真っ赤なやつをちょっとだけ取って眉尻の方とかに赤っぽいのを重ねて、なんかまあ赤だよねぐらいの色味に仕上げていきたい。はい、こんな感じで眉毛が若干赤っぽくなりました。そうしましたらね、お次はアイメイクに早速入っていくんですけど、今回はすっごいがっつりドカンドカンドカンって感じのアイメイクをしていくんですけど、まず一発目のドカンね。まず一発目はこちらチフレパウダーチークの270番ローズ系っていう王道ピンク系のチークを使っていきますよ。このピンク系のチークを大きめなブラシに取って、チークブラシって大体こう楕円形になってると思うんだけど、これ横に使うんじゃなくて縦に使って、縦長にチークをまぶたと目の下のクマのラインとかここにこのチークを塗っていきます。わかるかな？こんな感じでチークが塗れました。本当にいわゆるチークを塗るようなこの頬骨の部分とかこのほっぺの部分に塗るんじゃなくて、クマができがちな鼻横と目の下のこの辺りにチークを塗る感じで塗れましたら、お次はさっきも使ったこの真っ赤なアイシャドウを使っていきます。このアイシャドウもね、ほぼ同じような塗り方していくから気をつけてよって感じ。さっきより毛足が長くなくて、でもアイシャドウブラシよりかは広範囲に色が塗れるブラシとかがあればこれが最適なんだけど、持ってないよって人はこういう大体皆さんが持ちがちなちっちゃめのアイシャドウブラシとかでも多分全然いいので、そいつらでこの赤いやつを取っていただいたら、さっきと同じようにまぶたの上とこの目の下のクマの部分にこの赤が塗れるようにと赤を塗っていきます。はい、こんな感じで赤いアイシャドウが全体的に塗れましたよ。そうしましたらですね、お次も3度目のドカ
ですね、次の土管はメイクメイクのソフトブラーリングアイパレットの15番ボーンダークブラーリングというねアイシャドウのどの色を使っていくかっていうと、この真っ黒使っていくのびっくりでしょう。この黒っぽい色をですね、上まぶたも下まぶたも赤と徐々にグラデーションになっていくように、この目の際に一旦黒をのせていただいたら、ここから徐々に上にぼかしていくようにこの黒いアイシャドウを塗っていきます。下まぶたもブラシの先を下まつげの生え際に当てながら徐々に下にぼかしながら塗っていきますと。はい、こんな感じで黒いグラデーションが作れました。もうめっちゃ可愛くない？おどろおどろしい中の可愛さがすごいあって、めっちゃ本当に今テンション上がってる。そうしましたら、先ほど使ったこの黒のアイシャドウをこういう細い線が描けるようなちっちゃめのブラシに黒を取っていただいて、下まつげの生え際をピーッとなぞって埋めていきます。こんな感じで下まぶたの際も埋めれましたら、お次は涙袋を描いていきます。まず使っていくのはここの色味を使っていきます。この色味をこの辺涙袋にしたいなっていうところにシュシュシュッと下書きを描いていきます。で、今回は可愛らしいって感じよりかは大人っぽい感じにしていきたいので、派手に涙袋を大きくするとか垂れ目な感じにするみたいなことはせず、普段通りな感じの涙袋を描いていこうかなっていう感じ。ちょっと見づらいかもしれないんだけど、こんな感じで涙袋の下書きができましたら、お次はこの色味を使ってさっき描いた下書きの下にこの濃い色を入れて涙袋を作っていきます。はい、こんな感じで涙袋もできました。そうしましたらですね、この涙袋の下、この下の部分にクマっぽいのをね作っていきたいんです。ハロウィンの時期にさ、血に満ちた吸血鬼をするよりさ、血に飢えた吸血鬼をやった方が絶対に合うじゃん。もう私血大丈夫なんでって言ってるやつよりかは血をくれって言ってる方が絶対に合うので、さっき涙袋の下書きに使ったこちらの色を使いまして、クマのできるこのグイーンとしたラインあるじゃん。ここに入れて、寝れてない、血も足りてないみたいな感じにしていきたい。はい、こんな感じでクマも出来上がりました。なんか良くない？なんかすごい、このクマってさ、その人が疲れてんのかなとか何なのかなとか、そういう背景が想像できる感じ、すごい好きなんだよね。そうしましたらですね、私ちょっとこっちの二重幅だけ鮮明でございますので、少々広げてまいります。待っててね。はい、こんな感じで二重幅が揃えられましたので、そしたらアイラインを描いていきます。でね、今回使っていくアイラインがね2種類ありまして、まず1種類がキャンメイクのクリーミータッチライナーの11番クラウディーグレーというお色味のアイライナーと、もうこっちは何でもいいんですけど真っ黒のアイライナー、それをご準備いただいたら、まずはですね下まぶたのラインを描いていきたくて、ラインを描くとかそんなんじゃないんですけど、さっきさアイシャドウって下まつげの生え際を埋めたじゃん。もうそれをなぞる感じでより濃くしていく感じで、もうこんな感じで大雑把に下まぶたの際を埋めれましたら、次は普通に真っ黒のアイライナーで横に平行な、なんか横に長いアイラインを描いていきます。真横に行く感じでアイラインを引いていきますと、はい、こんな感じでアイラインが描けました。言った通り、一応平行気味を意識しながら描いたんですけど、若干釣り目っぽい感じになっちゃったんで、平行から釣り目っぽい感じぐらいの間だったらいい感じになるかなって感じ。そうしましたら、お次はですねまつげに寄ってきますよ。でね、今回まつげをねつけまをつけていくんですけど、今回つけていくつけまがこんな感じの目尻に向かって流れてるタイプのつけまをねつけていきたくって、これを目尻に2本ずつぐらいピッピッとつけていこうかなと思います。そんじゃあつけまつけていきます。ちょっと頑張ってきますね。こんな感じでつけまつげがつけ終わりました。こんな感じですね。でね、つけまをなじませるのに必死すぎて先にやっちゃったんですけど、大体皆さんがもちろん黒いマスカラあるでしょ。黒いマスカラを目尻に流れるように横にずらしながらマスカラを塗っていくといい感じなまつげができるんじゃないかなと思う。これでかなり結構目尻に重心がいって大人っぽい感じの印象になった気がします。そうしましたらですね、下まつげにもマスカラをシャシャッと塗っておきます。これはね、何でもいいっちゃいいんだけど、黒目の真下中心にマスカラを塗っていきますと、はい、こんな感じで下まつげにもマスカラが塗れました。めっちゃ可愛い。まつげがあると女性らしさが出てめっちゃ可愛い。はい、そうしましたらですね、お次は目に明るさを入れていく作業に入ります。使っていくのは皆さんお手持ちのマットハイライトとか、こんな感じの明るいアイシャドウを取っていただいて、まず目頭の方にちょんと明るい色を置いたら、これをまぶたの方に上
こうと、涙袋の目頭側にちょーんと伸ばしていく。ぐーっと、はい、こんな感じでマットハイライトが塗れました。めっちゃ良くない？今マットハイライト入れた瞬間に悪役な感じがすごい出て、今ドキドキしちゃってる。嬉しいねこれ。そうしましたらですね、ノーズシャドウに入っていきます。でノーズシャドウは皆さんいつもお使いのものがあればそちらを使っていただいて、今回は大人っぽい感じの顔に仕上げていきたいので、鼻筋1本線を引くようにノーズシャドウで顔を長く見せて大人っぽい顔にしていきますよ。はい、こんな感じでノーズシャドウができました。そしたら、ね、次はハイライトを塗っていきます。ハイライトはね、お好きなものを使っていただいて構いません。私はセザンヌのパールグローハイライト01番シャンパンベージュを使っていくんですけど、こいつでまず一旦鼻筋にピーッとハイライトを打っていきました。でそしたら目頭の方にだけ明るさはちょっと欲しいなって思うので、同じハイライトを目頭の方にちょんちょんと塗っておきます。こんな感じで目頭と鼻筋にハイライト入れれたら、今回はこれだけでいいかなと思います。ハイライト塗るのは。そうしましたらですね、最後リップに参りましょう。リップを塗る前に適当に唇の色を薄くしましたら、まず塗っていくリップはですね、今回使っていくリップが2種類ございまして、まず1種類目がこちらですね、ディーントの261番のアンバーというお色味ですね。こいつをまずは塗っていきますと、こいつを普通に全体的に塗ってっちゃう。こんな感じで全体的にディントのリップが塗れましたら、お次がですね、もう素晴らしいお色のリップがございまして、こちらですね、ガールカルトの J816 番かな。このお色をですね、唇の今塗ったやつの内側に塗っていきます。こんな感じで塗れたんですけど、意外とこの子で赤みが意外と出なかったので、シフレ口紅549番を重ねていきます。最初のリップをディントじゃなくてこっちの赤っぽい感じの色にした方が良かったかも。さっきのディントは結構紫黒いみたいな感じだったから、ねえ見て可愛すぎない？これ赤っぽいの足したら完全に吸血鬼の口。素晴らしい。はい、こんな感じで完了いたしました。吸血鬼メイクでございます。すごい、めっちゃ可愛くない？ちょっと本当に言葉で言い表せないぐらい感動というか感情の高鳴りが押し寄せていて、感無量って感じなんですけど、まだ感無量になるには早い。この後ね、ウィッグであったりとかお衣装とかね、その他もろもろを装着してからが本番ですから、そちらの方準備してまいりたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、ということでこんな感じで完成いたしました。吸血鬼メイクなんですけど、めっちゃ良くないですか？大笑いしてしまうぐらい良きポイントを説明させておくんなし。まずはね、一番いいなと思ってるのはこれ、レースの手袋。本当は首のやつと着てるやつのこれでいこうかと思ってたんだけど、なんかやっぱ腕周りが物足りなくないと思って、なんだって考えたらこれだったんだけど、良すぎて普通にこの首のやつとお洋服ね、これねいいよね。なんだかんだ綺麗なお姉さん感がこれによって増してる気がする。で、なんて言ったって髪型、これよかった。私ね、髪の毛全部が真っ赤なロングウィッグにするか、もう前髪だけ赤にするかめっちゃ悩んだんだけど、お姉さん感をちょっとでも残しておきたいなと思ってこれにしたんです。これがまたいい。で、メイク妖艶な女でしょ。クマとかさ、よくない？血に飢えてるんですねっていうこのハロウィン感がすごく出てるし、黒っぽい感じも深みを出していてお姉さんって感じがあるし、もう本当に素晴らしいって感じ。今20話がすごかったね。本当に今嬉しい気持ちでいっぱいということで、本日は吸血鬼メイクでございました。ハロウィンっぽい企画の今回2週目として狂乱女子に続いて吸血鬼メイクでございましたけれども、前回のものねかなり幼い感じだったんですけど、打って変わって大人っぽい感じの吸血鬼にならせていただいて、本当に振り幅がすごいねって感じなんですけど、本当に可愛い。がっつりゾンビメイクとか傷メイクをして怖いって感じよりかは、可愛いぐらいのハロウィンを楽しみたいなっていう人にはマジでおすすめ。超可愛いから。じゃあ今週の動画はここまで。また来週金曜日の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録とか高評価コメントの方ぜひよろしくお願いいたします。じゃあバイバーイ。